皆さんこんにちは、五戸美希です。新年最初の動画になります。明けましておめでとうございます。さあ、今日のテーマは日本語学、中でも敬語表現についてお伝えしていきます。誤った敬語、過剰な敬語表現、そういったことについてお伝えしていきたいと思います。正しい日本語とはというのはですね、別の動画でお伝えしているので、こちらもご覧いただきたいんですけれども、正しい日本語という言葉に正確性がないということだったりとか、あとはら抜き言葉は誤った日本語ではありませんよというのをこれまでもお伝えしてきました。例えば、あとは微濁音が正しい発音とする見解見かけますけれども、それは主観なんですね。文化庁の公式見解ではないんですね。なんですが、日本語の敬語表現となってくると正しいと誤りあります。もちろん判別が微妙なものもありますけれども、例えばですね、謙譲語と尊敬語がごっちゃになっている、これは明らかな間違いですね。例えば、私の父が召し上がります。これ明らかな間違いですよね。父は身内なので謙譲語、父がいただきますが正解ですね。あとは例えば電話でお客様に〇〇部長はいらっしゃいません。これ明らかな間違いですよね。部長の〇〇は控えておりません。あるいは部長の〇〇は席を外しております。こちらが正しいということで、正誤がはっきりしている、判別が微妙なものももちろんありますけれども、はっきりしているというのが敬語表現になります。このね、今ご紹介した例はそりゃそうだという感じだと思いますけれども、敬語というのはですね、やりすぎも NG なんですね。そのビジネスシーンで恥をかかないためにとか、スピーチ、プレゼン、司会で恥をかかないためにですね、今日はですね、知っておくといい二重敬語、敬語のやりすぎについてご紹介していきます。スピーチトレーニング。はい、敬語はですね、何をもって正しい敬語とするかというのは、こちらがよりどころになります。平成19年2007年2月にまとめられました文化庁文化審議会の答申、敬語の指針です。概要欄にリンクを貼りますね。こちらに敬語についての考え方もまとめられています。敬語は相互尊重が基盤。敬語は相手や周囲の人と自分との間の関係を表現するもの。私の方で簡単に説明しますと、自分が相手を尊敬している、だから敬語を使うという使い方はもちろんですけれども、特別に相手を尊敬しているというわけじゃなくても、敬語を使わなければ敬語を使った時とは違う人間関係が表現されることになるので注意ですよということですね。その A 社の部長に対して A 社の新入社員がタメ口を使っているというのを B 社の方が見たら、どんな関係なんだろうっていうふうに迷ったり心配したりしますよね。なので、敬語っていうのは相手の社会的立場を尊重するために必須のスキルですし、相手も自分も大事にすることができる、それが敬語なので、日本のビジネスシーンであれば正しい敬語が使えるかどうかというのはとても重要ですね。で、敬語の指針の方に敬語の使い方についても記載がありますので抜粋します。敬語の明らかな誤用や過不足は避けることを心がける。これも私の方で簡単に解説しますと、敬語表現のポイントとして、敬語の方が適切なシーンでタメ口はダメだし、敬語の謙譲語と尊敬語がごっちゃになるようなのは明らかな間違い。かつシンプルな敬語の方が伝わりやすいということ。多用すると過剰なへりくだりに聞こえるということも含まれますね。敬語ってやりすぎると不自然になってしまうんですね。いかにもやりすぎという文章を作ってみました。あなた様方がおっしゃられましたお話をまとめさせていただいてご説明させていただきますと、こんな風に言われたらバカにしてんのかなっていうふうに感じると思いますね。敬語であるべき場面では敬語の方がいいけれども、敬語のやりすぎっていうのは NG です。スピーチトレーニング。それではやりすぎの敬語表現、間違いやすい敬語としまして二重敬語をご説明していきます。二重敬語とはこちら。
一つの言葉に同じ種類の敬語が二重に使われている場合のことをですね、代表的な敬語の誤りと言えます。ではここで敬語〇×クイズです。こちらどれが×でどれが〇でしょうか。ご覧になられる、おっしゃられる、お伺いする、お読みになっていらっしゃる、〇×つけてください。ではもう正解いっちゃいますね。正解はこちら、××〇〇。一つずつご説明していきます。まずご覧になられる、これは代表的な二重敬語ですね。見るの尊敬語がご覧になる、ご覧になるに尊敬語られるがくっついてしまっているので、ご覧になられるは二重敬語、つまり敬語の誤りですね。例えば文章だと、お客様にこちらの資料はもうご覧になられましたかというのは誤りですね。ご覧になりましたかが正解になります。お客様にこちらのグラフをご覧になられると市場動向がわかります。これ誤りですね。こちらのグラフをご覧になるとが正解です。続きまして、おっしゃられる。こちらも二重敬語なので誤りですね。言うの尊敬語おっしゃるに尊敬語られるがくっついてしまっているので、おっしゃられるは二重敬語誤りです。文章だと、例えば部長に部長がおっしゃられた通りだと思います。これ誤りですね。部長がおっしゃった通りが正解。お客様にご不明な点がありましたらおっしゃられてください。これ誤りですね。おっしゃってくださいが正解ということになります。では、お伺いするはなぜ〇なんでしょうか。お伺いするは謙譲語伺うに謙譲語を何々するがくっついた二重敬語じゃないのと思われる方は結構ピンときている方ですね。このお伺いするが〇である理由はこちらです。一般的に定着しているため許容されるからです。はい、敬語もですね、原則あれば例外ありなんですね。お伺いするを×にしてしまうと日常生活に支障が出るかもしれないということで、お伺いするは〇です。そして最後、お読みになっていらっしゃる。これはなぜ〇なのかと言いますと、敬語連結のため許容されるからです。敬語連結というのは2つの敬語を助詞の手でつなげたものですね。誤りではないんですね。なのでお読みになっていらっしゃる、手でつながってますね。これは敬語の連結、二重敬語ではないということで誤りではありません。おっしゃっていらっしゃる、これも手でつながってますので誤りではありません。なんですけれども、くどい敬語表現になりますので私はおすすめはしておりません。お読みになるで十分尊敬語なので、はい、シンプルに使えるといいですね。スピーチトレーニング。ということで今日は敬語の中でも二重敬語を取り上げました。二重敬語は敬語の正語というのがはっきりしている表現ですね。で、間違った敬語としてよく取り上げられるものにマニュアル敬語というのがありますね。例えばよろしかったでしょうかとか、こちら何々になります。これ間違った敬語としてよく取り上げられますけれども、実は正語の判別が難しい、文法的に完全 NG ではないんですね。これ話すと長くなるので今回は取り上げなかったんですけれども、マニュアル敬語を取り上げてほしいとか、あとはこの敬語表現が正しいかどうか迷っているとかありましたら、ぜひコメントをいただけると嬉しいです。私ですね、オンラインサロンを運営しておりまして、五戸美希のスピーチトレーニングサロンというんですけれども、こちらで敬語のウェブセミナーも開催していまして、1時間で敬語のことがまるっとわかる、そんな動画配信中になっております。敬語の質問も受け付けていますし、フィードバックもしております。ぜひチェックしてください。メルマガも配信しています。こちらは登録無料で話し方を解説するラジオ毎週配信しているので、よかったらプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。